金式戦士 MRX009 サイコガンダム。MRX009 サイコガンダムは、1985年に放送されたテレビアニメ「機動戦士ゼータガンダム」に登場した大型可変モビルアーマーです。宇宙世紀0087に行われたグリプス戦役の際、村雨研究所が開発してスターンズに配備された機体で、人型のモビルスーツ形態と飛行形態のモビルアーマー形態という可変構造を持ちます。ガンダムモビルスーツバイブルでは、ガンダムマーク2が全高 18.5 メートルであるのに対して、サイコガンダムのモビルスーツ形態での全高は40メートルという、標準的なモビルスーツの倍に相当する巨体を持つ超大型の機体です。強化人間の女性であるフォウ村雨が登場し、主人公のカミーユビダンが所属するエウーゴの前に立ちはだかります。今回は、そんなサイコガンダムについて解説させていただきます。人の指図では動けないんです。私。宇宙世紀、人類が地球から宇宙へ進出した時に、一つの考えが生まれました。それは、人は宇宙という広大な空間に適応するために進化するという理論です。そして、その進化した人のことをニュータイプと呼ぶようになります。宇宙世紀0079に繰り広げられた一年戦争において、ジオン公国のシャアーズナブルや地球連邦軍のアムロレイはニュータイプと呼ばれましたが、そんなニュータイプにいち早く関心を抱いたジオン公国は、フラナガン機関を設立し、研究を開始しました。そして、フラナガン機関は、ララースンやシャリアブルをはじめとした数々のニュータイプの能力を引き出すことに成功し、ニュータイプのみが扱える遠隔操作機能、サイコミシステムを搭載したエルメスやブラウブドといったニュータイプ専用機が戦線投入されました。こうして、ニュータイプ能力の研究を盛んに進めていたジオン公国に対して、地球連邦軍は、ニュータイプの存在に懐疑的な意見も強かったので、積極的な研究を行っておらず、開発は遅れていました。一部では、アムロの登場を前提としたニュータイプ専用機、ガンダム NT1 アレックスの開発を進めていましたが、こちらはサイコミは搭載されておらず、あくまで機動性を向上させるマグネットコーティングや全天位周囲モニターなどが搭載されているのみであり、ニュータイプ専用機の戦線投入は行われていませんでした。一年戦争終結後、ニュータイプとして覚醒したアムロレイが、伝説的な戦果を残したことによって節目が変わります。ニュータイプの軍事的な優位性を痛感した地球連邦軍は、世界各地にニュータイプ研究所、通称ニタ研を開設し、元フラナガン機関の人々を中心に置いて、ニュータイプの解明作業を始めます。しかし、数年後、アムロのニュータイプ論が抽象的であったことや、アムロに追随するニュータイプがなかなか現れなかったことから、ニュータイプの解明が遅れており、さらに反地球連邦運動が高まっていたので、ニュータイプが生まれないなら、人間の手で作ってしまおうという思想へ変わっていきます。こうして、ニュータイプ研究所では人工ニュータイプである強化人間の研究が進められていきました。村雨研究所は、このようなニュータイプ研究所の一つとして、日本の静岡に開設されており、サイコガンダムの開発や搭乗者であるフォウの調整が行われていきます。サイコガンダムを使わない者にあの不愉快さはわかるものか。サイコガンダムの開発経緯として、地球連邦軍はサイコミュシステムを搭載したニュータイプ専用機の開発を考えます。その中で浮上したプランが、一年戦争を勝利へ導いたガンダムタイプの外観をしたモビルスーツにサイコミュシステムを搭載することでした。モビルスーツバイブルによると、まず村雨研究所はティターンズから RX78 ガンダムの後継機として開発された機体であるガンダムマーク2の提供を受けます。同時に NT1 アレックスを強化発展するべく、オーガスタ研究所で開発が進められていたものの、村雨研究所に開発が引き継がれた機体であり、後のインコムにつながる有線式攻撃端末を搭載したモビルスーツ MRX003 ネティスの技術を発展させます。そして元フラナガン機関のグルスト・モーゼス博士が手動で開発したブルーディスティニー1号機の技術も組み合わせて MRX007 プロトタイプサイコガンダムが完成しました。この機体はジオン公国から接収したサイコミュシステムとその周辺機器の検証を行う意味合いが強いテスト機体です。プロトタイプサイコガンダムは全高 19.3 メートルとなっており、同世代の機体とほぼ同じサイズでありながら、サイコミュシステムの最大の特徴であるオールレンジ攻撃の能力を有しており、拡散メガ粒子砲やビーム砲を装備するなど火力としては優秀です。しかし
それだけの装備を通常のモビルスーツサイズに搭載したので、サイコミはバックパックに搭載された結果、重量過多により機動性が著しく低下し、さらに出力不足のためメガ粒子砲発射後は10秒間行動不能となる欠陥を抱えるなどの課題を残しました。こうしてプロトタイプサイコガンダムの課題を改善するべく開発されたのがサイコガンダム8号機となります。この機体は小説機動戦士ゼータガンダム4ストーリー、そして戦士に登場するサイコガンダム8番目の試作機となります。全体像は謎に包まれており公開されていませんが、小説内では開発者たちから冷蔵庫と呼ばれている機体です。作中では村雨研究所の被験者の一人である機動戦士ガンダムに登場したミハルの弟ジルラトキエが登場しましたが、サイコミの増幅装置のリミッターを外されたことで暴走し実験中に死亡しています。こうしてサイコミシステムの開発が進み、さらにジオン公国軍の傑作機ジオングの本来の完成形であるパーフェクトジオングの設計思想も盛り込んだ機体として完成したのがサイコガンダムとなります。サイコガンダムはサイコミシステムの小型化が難しかったことや機体を浮遊させるミノフスキークラフトを採用したこともあって全長40メートルもある巨大な機体になりました。サイコガンダムはその巨大なサイズゆえ運動性は一般的なモビルスーツに劣り、サブフライトシステムなどを使用できず、さらにガルダなどの輸送機の格納庫にも収まらないので運用面での取り回しに難を残しています。しかしサイコガンダムはニュータイプ専用機として開発されているため、火器管制や機体制御の大半をサイコミを介した脳波コントロールによって行うことが可能であり、手動での操縦は補助的なものになっています。モビルフォートレスとも呼ばれるモビルアーマー形態への変形機構を採用しており、この形態では胴体に内蔵されたミノフスキークラフトによって浮力を発生させています。これによって成層圏への上昇や低空飛行を安定して行うことが可能とされています。コックピットは頭部に搭載されており、マスク部分から登場するようになっています。なお設定上は頭部はジオングと同じように本体から分離して小型モビルアーマーになる脱出ポッドが搭載されています。サイコガンダムはその巨体に搭載された大容量ジェネレーターによって稼働しているので、グリプス戦役当時の機体の中でも屈指の火力を誇るメガ粒子砲を発射可能です。武装としてはまず3連装拡散メガ粒子砲を持ちます。腹部に2機と腰部に1機が搭載されており、ジェネレーターから直結された大出力ビーム兵器です。武装の配置上、機体の正面のみが車体となりますが、拡散式なので有効射程は長くないものの攻撃範囲と威力に優れており、中近距離戦で威力を発揮します。モビルスーツ形態でもモビルアーマー形態でも使用可能な唯一の兵装です。次に指先のビーム砲です。両手の各指先に計10機搭載されたビーム砲でジオングの武装を施集したものとなっています。エネルギーキャップ方式となっており、腕部にはこのビーム砲のためのパワージェネレーターが存在します。モビルアーマーに変形した際はマニピュレーターが収納されるため、モビルスーツ形態でのみ使用可能な兵装です。頭部には V 字アンテナの基部に小型のビーム砲を搭載しています。頭部の動きに合わせた方向へ射撃可能な兵装ですが、劇中では単体で使用せずに3連装拡散メガ粒子砲と同時発射する様子が描かれています。こちらもモビルスーツ形態でのみ使用可能な兵装です。サイコガンダムは近距離用兵装を持っていませんが、これらの兵装をサイコミで制御して使用することで即座に敵機に攻撃を繰り出すことが可能な機体に仕上がりました。防御面ではまず巨大なシールドを持ちます。このシールドはガンダリウム合金などの複合材でできており、波の攻撃では貫通できないほどの実弾ビーム装砲に対して高い防御力を持ちます。また飛行形態では上下2分割して機体両側面に装着し直すことで安定翼やサブデバイスとして機能します。さらにアイフィールドジェネレーターも装備されているのでメガ粒子砲を遮断することが可能です。こうしてサイコガンダムは運動性に難がある代わりに堅牢な装甲とシールド、そしてアイフィールドを搭載することで拠点攻略防衛に主眼を置いた機体として完成しました。何がモビルスーツか、何がマーク2だ。所詮人形じゃないか、あんなもの。サイコガンダムは機動戦士ゼータガンダムの劇中で
1号機と2号機が登場しています。1号機はアウド村を追撃するティサーンズのスードリ隊に村雨研究所からの増援として配備されます。しかしニュー香港におけるカラバ襲撃作戦では暴走し、ニュー香港の町に大きな被害を与えてしまいます。その後アウド村に特攻をかけようとしていたスードリに体当たりを敢行し、その爆散とともに失われてしまいます。2号機はキリマンジャロ基地防衛隊に配備され、基地攻略に赴いたカラバの部隊を相手に圧倒的な性能を見せますが、アニメ版ではバイアランの攻撃からゼータガンダムをかばった際にコックピット内のフォウが死亡し、発動を停止します。なお劇場版機動戦士ゼータガンダムではスードリ特攻の際にベン・ウッダーの銃撃でフォウが死亡するため2号機は登場しません。パイロットのフォウはティサーンズから功績を上げれば記憶を返すと言われ、失われた記憶を取り返すため戦いを強いられていた強化人間ですが、香港シティでガンダムマーク2と交戦するもパイロットであるカミーユと心を通わせていき、カミーユが宇宙へ戻る際はガンダムマーク2の手助けをしました。止まれ怪しいやつ、動くと撃つ、バーンキリマンジャロ基地では以前より強化が進められましたが、カミーユの必死の説得によって再び心を取り戻しました。しかしバイアランの攻撃からカミーユをかばい命を落とすという悲劇の運命となっています。機動戦士ゼータガンダムの劇中ではフォウの失われた記憶について語られていませんが、脚本家の一人である遠藤昭則氏の作品「フォーストーリー」にはこの話が描かれています。フォウは一年戦争時にコロニー落としで家族や自身の名前を含めた全ての記憶を失い、当初村雨研究所ではキョウと呼ばれていましたが、後に4番目という意味のフォウと村雨博士の姓をもらいフォウ村雨となりました。研究所では同じ被験者のアマリ・ガーフィールドとジルラトキエの2人と次第に打ち解けて、フォウにとって宝石のように価値のある1年となりましたが、その記憶を奪われてしまい、失われた記憶を渇望するようになりました。この作品では東京へのコロニー落としで家族を失ったとされており、あくまで外伝作品とされていますが、フォウがサイコガンダムのパイロットになるまでの儚き話が描かれており、非常に面白いので興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。今の施設で4番目だから4なの。ナンバー4。余談ですが、サイコガンダムのサイコミンはニュータイプについてなかなか解明できなかったニュータイプ研究所が強化人間を早く生み出すよう地球連邦から圧力をかけられた結果、強化人間の不安定なニュータイプ能力を必要以上に引き出し、暴走させるほどの性能に仕上がってしまったので、フォウは自分の意思に関わらず強化されてしまうことにもつながりました。このようなフォウの儚き運命を汲み取ったのか、SD ガンダムシリーズなどではサイコガンダムは味方サイドで登場することが多くなっています。もう一度だけ聞いていい？今でもカミーユって名前嫌い？とっくに好きさ。自分の名前になっているもの。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。